皆さんこんにちは。旅の準備って楽しいですよね。ちょっと出張が立て込んでいたので、この秋に完全プライベートな小旅行に行きたいと思って2泊3日の一人旅を計画しているところです。身軽な旅装備といえばモンベルですよね。出張の合間を縫って福岡と東京の路面店で改めてじっくり探してみました。まずはバッグです。以前1泊2日旅のバッグを軽くするでご紹介したのがこちらですね。すごくいいんですが、秋に2泊となると衣類もちょっと増えるので大きさ的にちょっと不安なんですね。そう思って今回はこちら、このショルダーバッグ、ポケッタブルライトショルダー L にしてみました。特に新商品ということではないのですが、改めて見ると2泊3日にちょうど良いサイズなんですね。大きさは高さ37センチ、幅が42センチ、奥行きが 13.5 センチで20リットルです。重さは196グラム、軽いですね。そしてストラップの幅が広くって疲れにくく、調整もワンタッチで簡単にできます。余ったストラップはこちらの小さなポケットに入るので非常にすっきりして見えます。ここ本当に大事ですよね。私はストラップを短めにして片方の肩にかけるのが好きなんですけれども、もちろん長く伸ばして斜め掛けもできます。ファスナーは使い勝手の良いダブルファスナーです。ペットボトルなどを入れられるホルダーがメッシュになっているのと、あと内側にコーティングがしてあって水にも強い仕様ですね。ポケッタブルなのでもっと長い旅行のサブバッグとして持っていくのもいいと思います。で、モンベルといえば私の中ではロゴが目立っちゃう問題があるんですが、そうですね、これも正直ちょっと目立ちますね。ただ最近はモンベル製品に対しての信頼感が高まってきたこともあって、以前ほどは気にならなくなっている気もします。次にバッグの中身です。今回このペットボトルサーモカバーを使ってみることにします。お気に入りのボトルがいくつかあるのですが、真夏ではないのでそこまでの保冷機能は必要ないかなという点と、行き帰りの荷物の軽量化にもなるので選んでみました。重さは約45グラム、このステンレスボトルが168グラムなので約120グラム軽くなります。発泡ゴム素材で伸縮性のある生地です。こうやって下のスリットから500ミリリットルのボトルを入れます。先日ちょっと試してみたのですが、もちろん保温性の高いステンレスボトルには及びませんけれども、思ったよりも持続性はありますね。ストラップをつける D リングがついているんですが、私はここに無地のロック付き結束ゴムバンドをつけてみました。内側が濡れた時にひっくり返して乾かしておくのにちょっと引っ掛けられるので便利です。色柄はこれ以外に3パターンあります。そしてこれらがめちゃめちゃ軽いと評判のスタッフバッグです。今回は小さな 0.3 リットル、1リットル、3リットルを揃えてみました。3つ合わせても20グラム弱なんです。3リットルには着替えを入れます。2回分の下着と中日に着るアウターが入ります。宿の部屋着についてなんですが、今回は宿のものを着るという前提なので持ってきておりません。1リットルには主に化粧品を入れました。今回は完全なるプライベートで仕事関係の人に会うことはないので、最低限のものを厳選して入れています。歯ブラシ、歯磨き、化粧水などは宿にある前提で、中身はこんな感じです。BB クリーム、アイシャドウ、ブラシ、ヘアブラシ、フェイスクリーム、これらは無印良品のものです。そして後に紹介しますが、モンベルのタオルも入れています。一番小さい 0.3 リットルにはバッテリーと充電セットがぴったり入ります。まずモバイルバッテリー、
そして充電器、ケーブル、最後に Apple Watch の充電器、ぴったり入りました。ですがこのままではクッション性も何もなく心配なので、一番大きなバッグの着替えの中に入れておけば安心です。かなりコンパクトなこれはマイクロタオルフェイスサイズです。サイズは 80×35 センチとちょっと長めなので、頭に巻いてヘアターバンとしても使えます。水に濡らして首に巻くとクーリング効果もあるそうです。吸水速乾性で濡れてもすぐに乾きます。ベルトを使えばかなりコンパクトになりますね。ここは乾かす時のループとしても使えて便利です。次にモンベルではないけどいつも持っているものです。まず傘。雨対策に何度もご紹介しているマジカルテックの西雨兼用傘。ちょっと大きめの55センチを持っていきます。財布です。いつもちょっとボリュームのあるものを持っているんですが、気楽なソロ旅は無地の小さなメッシュポーチに中身を少々移して持っていきます。少しの現金、クレジットカード、身分証明書、家の鍵が入っています。バックインバッグです。最近私がバックインバッグとして使っているのは無地の巾着袋です。中身はワセリン、ウエットティッシュ、日焼け止め、龍角散タブレットなど、これさえあれば安心というものが10個ぐらい入っています。はい、ここからまたモンベル製品です。無限に増えていく私のエコバッグなんですが、使ってみたかったフラットバッグの16を持っていくことにします。いつもはナンガのお団子みたいなエコバッグを使い倒しているんですが、こちらは平面的に畳めるので本当に場所を取らないんですよね。これは一部に縫い付けてあるプレートがガイドになってきれいに畳めるようになっているんです。これよりさらに小さいカードサイズもあるんですが、今回はちょっと大きめの16リットルサイズにしてみました。これなら大抵のお土産は入りますね。あとこれ予定はなかったんですが、お店で見て秋の旅行にいいなと思って買ってみたステンレスメッシュキャップです。すごく通気性が良くて気持ちいいんです。しかもとっても軽くて、私の量りでは 33g でした。スケスケなんですが光沢のある生地なので、それほど帽子の中は見えませんね。ポリエステル繊維に光を反射するステンレス素材をコーティングしていて、通気性と遮熱性があるんですが UV カットではありません。今回は気楽なソロ旅なのでヘアアイロンを持ってきてないんです。多少髪がボサボサでもこれでカバーできますしね。それが実は購入の決め手です。そして最後にもう一つモンベルのものですね。これいつもカバンに入れている極薄パーカーのエクストラライトウィンドパーカー 56g です。これはどこに行くにも欠かせません。少し肌寒い時、移動の途中にかぶって寝たり膝にかけたり、本当に万能なんです。というわけでこれが私の2泊3日秋のソロ旅の装備です。心も軽く身も軽く行ってまいりますってまだ行き先を決めていません。おすすめがあったらぜひ教えてください。それではまた。